皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今回は糸巻きをたくさん収納しておけるコンパクトなポーチを作りました。たくさん並べて収納しておけるので、足りない糸が一目で分かって便利です。皆さんも作ってみてください。では、使用する材料を説明していきます。今回は仕立ての方を重点的にお伝えしたいと思うので、こちらのキルトトップはあらかじめ作っておきました。こちらの型紙が縫い代をつけて2枚取れるぐらいまでクレイジーキルトなどでつなぎ合わせて、接着キルト面を貼り、キルティングまで済ませておきます。当て布も同じサイズでご用意ください。こちらはポーチに仕立てるときに見えなくなるので、どんな柄でも構いません。こちらはパイピングコードに使用するワックスコードとバイアステープです。ワックスコードの直径は 0.3 センチぐらいです。バイアステープの幅は3センチです。長さはどちらも58センチ必要です。それを2本ずつ準備してください。ワックスコードをバイアステープでくるんでミシンをかけておきます。ミシンの押さえをファスナー押さえに変えてギリギリのところを縫います。ではここから仕立てていきます。出来上がったキルトトップの表に型紙を当てて消えるチャコペンで印をつけていきます。中央に合い印をつけるのを忘れないでください。2枚取ります。縫い代は 0.7 センチ必要です。当て布も表布と同じサイズです。型紙を当てて印をつけて 0.7 センチの縫い代をつけて裁断してください。当て布とキルトトップを中表に合わせて、その間にパイピングコードを挟んで周りをミシンで縫います。表布にチャコペンで描いた線とパイピングコードのミシンの縫い目を重ねるように、縫い代に布用ペンタイプ糊で仮止めしていきます。パイピングコードの端と端は自然に外側へ向けて斜めに重ね合わせます。パイピングコードを仮止めし終えたら、当て布を中表に重ねて周りをクリップで留め、返し口を残してミシンをかけていきます。返し口はパイピングコードの重なっていないところを10センチほど残します。ミシンをかける前にここでしつけ糸で仮止めしておきます。ミシンの押さえはファスナー押さえに変えて、できるだけパイピングコードのギリギリのところを縫っていきます。ミシンをかけ終わったら返し口から表に返し、返し口を閉じておきます。ここからはファスナーマチを作っていきます。ファスナーマチのサイズです。接着キルト面と不織布接着芯をそれぞれ表布と中袋用の布に貼って、その周りに縫い代をつけて裁断してください。後ろマチも同じように表布と中袋布に接着芯を貼って準備します。裁断が終わったらフリースタイルファスナーを縫い付けていきます。フリースタイルファスナーはファスナーマチの表布と同じ長さでカットします。ファスナーのエレメントを下向きにクリップで留めて、端から 0.7 センチのところをミシンで縫います。
ミシンをかけ終わりました。不織布接着芯を貼った中袋用布を中表で重ねて、ファスナーをつけた方と反対側の端に縫い付けていきます。ミシンをかけ終わりました。次に後ろまちを縫います。このように中表に合わせて両端をミシンで縫います。ミシンをかけ終わったら縫い代に折り目をつけて表に返しておきます。ここからファスナーまちを仕上げていきます。先ほどミシンで縫った内袋用の布の反対側の縫い代をアイロンで折り上げて、ファスナーの付け根のミシン目の上にまつりつけていきます。ミシンで押さえ縫いしても構いません。スライダーを向かい合わせに2個通してファスナーまちが出来上がりました。後ろ側のまちと縫い合わせていきます。中表に重ねて 3.5 センチ幅のバイアステープで縫い代をくるんでいきます。3枚重ねてミシンをかけます。反対側も同じようにミシンで縫います。ミシンをかけ終わりました。バイアステープの両端を折ってまちの縫い代をバイアステープでくるんでいきます。くるんだら目立たない色の糸でまつり縫いで縫い付けておきます。ファスナーまちが出来上がりました。ファスナーまちの後ろ中心に消えるチャコペンで印をつけます。反対側にもつけておきます。次に前中心にも印をつけます。前と後ろの中心に印をつけ終わったら、その印同士を重ねて横の中心にも印をつけます。ファスナーまちに合い印をつけ終わったら、側面のパーツにも合い印をつけていきます。型紙を当てて4箇所の合い印を消えるチャコペンでつけておきます。合い印同士を重ねてしつけ糸で4箇所仮止めしておきます。仮止めが終わったら、目立たない色の糸でコの字とじで閉じつけていきます。
ファスナーマチを付け終わりました。このようにこの内側部分に隙間がありますが、これは見えなくなるのでそのままで大丈夫です。ここで型紙をもう1枚準備します。最初に使用した型紙を5ミリずつ小さくした型紙になります。こちらの型紙を使ってカバンの底などに使用する硬いタイプの接着芯を裁断しておきます。ここから仕切りのついた内布を作っていきます。小さい方の型紙を当てて、周りに縫い代が1センチぐらい取れるように印をつけます。型紙の半分だけ印をつけてください。中央の印の間に5センチの仕切り用の幅が必要です。5センチのところに印をつけてから残りの半分を書いていきます。裏側に縫い付けて縫い留めておきます。糸巻きを挟むことを考えて少し余裕を持たせて縫い付けてください。すべての端を縫い終わったら裏側に手芸用ボンドをつけて本体の中に接着させます。
手芸用ボンドが乾いたら、目立たない色の糸で中の仕切り板をこの字と字で縫い付けていきます。周りをぐるりと縫い終わったら、仕切り板の両端も縫い付けておきます。持ち手を作っていきます。先ほど使用したスーパーハードの接着芯を使います。こちらです。生地の中央に接着させて、縫い代を折り込んでまつりつけておきます。飾りのボタンを先に縫い付けておきます。刺繍糸の4本取りで縫い付けています。ボタンを付け終わったら、目立たない色の糸で閉じ付けていきます。糸巻きポーチが完成しました。スーパーハードの接着芯とパイピングコードを入れることで、カチッとした仕上がりで型崩れしない綺麗な形のポーチになりました。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご